トヨタ博物館の展示からある自動車の歴史を紹介します。動力で自由に走らせる自動車を人類は古くから夢見ていました。万能の天才と呼ばれるレオナルド・ダ・ヴィンチも自動車の夢を思い描き、ゼンマイの動力で走る車の設計図と石図を残しました。残念ながら実用化には至りませんでした。フランスでニコラ・ジョセフ・キュニョーにより蒸気で走る世界初の自動車が発明されました。巨大ボイラーをフロントに備えた前輪駆動車でしたが操作性に欠けて速度も時速 10km 程度でした。イギリスで自動車の進歩と普及を恐れた馬車業者や鉄道業者の圧力により自動車を走行するときは赤旗を掲げた人が先導しなくてはいけなくなり、走行速度も制限されました。この法律は赤旗法と呼ばれています。カール・ベンツがガソリン車の特許を取得しました。水冷タン気筒1リットル、1馬力のガソリンエンジンを搭載し、時速 15km ほどで走ることのできる初の実用的なガソリン自動車でした。フランスで後輪を駆動させる FR 方式が考案され、この方式を採用した車両、パナール・ルバソールが市販されました。史上初の自動車レースをはじめ数々のレースで活躍し、FR 方式が普及するきっかけとなりました。フランスで世界で初めての自動車雑誌と言われるラ・ロコモーション・オートモビールが創刊されました。フランスで世界初の自動車ショーが開催され自動車は一躍脚光を浴びました。自動車の人気は急速に高まっていきました。世界初の自動車レースが開催され、蒸気、電気ガソリン、自動車がパリからボルドーの往復 1180km を22台の自動車がスピードを競いました。参加者のうち15台がガソリン自動車で、蒸気自動車が6台、電気自動車が1台でした。完走した車9台のうち8台がガソリン車となりガソリン自動車の優秀さが明確なものとなりました。空気入りタイヤが登場したのもこのレースです。1着はガソリン車のパナール・ルバソールでした。アメリカではジョージ・セルデンが申請された特許が認可され、特許使用料の支払いなしにガソリン自動車の製造ができないようになりました。このセルデン特許によりアメリカ自動車産業の発展が阻害されました。イギリスで1865年から31年間施行されていた赤旗法が廃止されました。自動車の普及を阻む法律が廃止され、赤旗が先導しなくても自動車が自由に走ることが許されました。アメリカではスタンレー社が蒸気自動車を作り始め大成功を収めました。この頃は蒸気自動車の方がガソリン自動車よりも騒音が少なく運転が容易でした。日本で初めて自動車が走りました。車種は輸入されたパナール・ルバソールでした。フランスでは自転車を改造して小型エンジンを取り付けた三輪乗用車、ドディオン・ブートン 134HP トライサイクルが作られました。手軽さと低価格によってヨーロッパで人気の自動車となり1903年まで作られました。当時はガソリン自動車の生産・販売で世界をリードしたのはフランスでした。広大な国土を持つアメリカでは広く大衆が馬車に代わる移動手段が求められました。世界初のガソリン自動車の大量生産者、オールズモビルカーブドダッシュの製造が始まり低価格と巧みな宣伝で人気を博し、1904年には5000台が生産されました。アメリカではセルデン特許の影響で電気自動車が自動車市場の4割を占め、ガソリン自動車より普及していました。ガソリン自動車の普及後も長い間、電気自動車が作られました。このベーカーエレクトリックは時速 40km で充電1回で走れる距離は約 80km でした。アメリカでセルデン特許のロイヤリティ管理団体としてアラム特許自動車製造業者協会が発足しました。フォードは同特許の不当性を訴え、1909年に敗訴するも、1911年に勝訴しました。
これによりアメリカの自動車産業の発展が加速しました。日本でも自動車製造の試みが始まり、国産車第1号とされる山場式蒸気自動車を完成させました。純国産初のガソリン車が誕生しました。有栖川宮武人親王殿下の命を受けて完成させました。国産吉田式タクリー号と呼ばれました。アメリカでベルトコンベア式大量生産によるコストダウンや運転を簡素化したフォードモデル T が発売されました。車の大衆化に比類ない貢献をし、1927年までに1500万台以上が生産されました。技術面で遅れを取ったベンツは、単気筒から4気筒車へと転換して成功した。セルフスターティングモーターを装備した初めての自動車、キャデラックモデル30が製造されました。従来の手回しクランクハンドルを使わなくてもエンジンがかけられるようになりました。日本の東京ガス電気工業がトラックを完成させ軍用保護自動車の第1号となりました。日本ではライセンスナンバープレートの全国的統一規則が施行されました。大きさは府県ごとに異なっていましたが、車両番号の表示位置や視認性などが定められました。この頃から飛行機開発で磨かれたエンジン技術や軽合金技術が自動車にもたらされ、自動車は飛躍的な発展期を迎えました。アメリカでそれまでのホロ型に代わり箱型セダンのエセックスコーチが製造されました。自動車の普及に伴い快適さも求められるようになってきました。イギリスでは小型のボディに大型車と同じ装備や機構を備えたオースチン7が人気となりました。17年間で25万台が量産されました。1923年の関東大震災で壊滅した東京の公共交通機関、路面電車に代わり、アメリカから輸入した T 型フォードベースのバスが市民の足として活躍しました。この東京市営バスは、円太郎というニックネームで呼ばれました。当時の国産車で特に優れた性能を持ったオートモ号は国産車として初めて海外に輸出されました。自動車の大衆化が進むと様々な高級車も出現しました。アメリカの超高級車ピアスアローシリーズ36は独特のスタイルだけでなく、品質管理による信頼性などの技術的に優れた自動車でした。キャデラックシリーズ 452A は他社に先駆けて V16 エンジンを搭載し、速さと美しさを備えたアメリカナンバーワンの高級車の名声を不動のものにしました。日本車は1920年代半ばからアメリカ車と競合しない小型車の量産が始まり、ダット産日産自動車が一定の成功を収めていました。流線形デザインやエンジン配置、ボディ構造などあらゆる点で画期的なデソートエアフローシリーズ SE が作られました。進歩的すぎて販売面では失敗に終わりましたが、他メーカーに大きな影響を与えました。トヨタ自動車の創業者、豊田喜一郎が中心となって当時のアメリカ車を手本にしながらトヨタ初の乗用車、豊田 AA 型乗用車が開発されました。前輪駆動システムを採用した世界初の量産車はフランスのシトロエン 11B でした。モノコックボディ、前輪独立懸架など斬新なメカニズムも採用されました。日本では戦前から昭和30年代まで低価格と取り回しの良さからオート三輪が全盛期を迎えていました。オート三輪ではダイハツがトップメーカーでした。キャデラック60スペシャルは実用性を考慮して流線形を応用した最初のモデルでした。トランクルームを設けて現代の3ボックスセダンの基本形となった
コラムシフト方式を採用したことでも有名でした。アメリカで軍用偵察や連絡を目的として生まれた小型四輪駆動車のジープが生産されました。合理的かつ経済的な構造は戦後の車作りの基本になりました。戦後、生産を再開してドイツ復興の原動力となったフォルクスワーゲン。ビートル株と無心の愛称で呼ばれました。1949年にアメリカへ初めて輸出され2003年までに2153万台が生産されました。バックボーンフレーム構造や四輪独立懸架など斬新なメカニズムを多く取り入れたトヨタ初の小型車トヨペットは1949年に商標登録されて以来多くの人々に親しまれた。映画にもなったタッカー。先進的な技術と斬新なデザインで前評判と期待を高めたが、開発資金難や訴訟問題などでアメリカンドリームは果たせず、51台が生産されただけで会社は倒産した。日本では全国統一のナンバープレートが作られるようになりました。自動車の登録制度も定められました。朝鮮戦争特需などにより日本の自動車生産台数が1万台の大台を超えました。一方で交通事故の増加という社会問題も生み出しました。東京日比谷公園で日本初の自動車ショーが開催され、10日間で55万人が訪れました。自動車への関心が高まっていきました。小型三輪全盛期に登場。安価で扱いやすく軽免許で乗れることから爆発的なブームを巻き起こした。発売から16年間で32万台が作られました。スバル最初の生産型乗用車のスバル360。小型で軽量のボディに大人4人が乗れる室内スペースなどで登場から約10年にわたって軽自動車のトップの座を占めた。イギリスのロータスエリートは美しいスタイル、高い動力性能、卓越した操作性で世界のスポーツカー愛好家を魅了しました。新設計の空冷エンジンを搭載した斬新なリアエンジン車のシボレーコルベア。人気を博していたが操作性の欠陥をラルフ・ネーダーに告発され生産中止に追い込まれた。この件はアメリカ政府による安全性及び環境に関する法律の制定につながりました。ドイツの BMW1500 が発売開始。後世のスポーツセダンのイメージを決定づけました。日本でもスポーツカーの人気が高まります。トヨタスポーツ800は価格を抑え高速性能と低燃費を実現した大衆スポーツカーでした。サニーとカローラが発売され大ヒットしました。後にマイカー元年と呼ばれました。1971年米国でのマスキー法の成立に伴い、日本でも同様の排出ガス規制が実施された。当時この規制は大変厳しいもので、達成は不可能と言われていたが、1973年、このシビックが CVCC エンジンで世界に先駆けて基準を達成した。世界初の量産ハイブリッドカーのプリウスが誕生しました。21世紀に間に合いましたのキャッチコピーで登場しました。テスラモーターズが2008年に最初に市場投入したリチウムイオンバッテリーで駆動するスポーツカー仕様の電気自動車のテスラロードスタースポーツ。電気自動車の新たな価値観を示しました。三菱アイニーブは他社に先駆けて量産販売された軽自動車規格の電気自動車でした。トヨタミライ2014年12月に発売された世界初の量産型水素燃料電池車です。燃料の水素と空気中の酸素の化学反応により発電して走ります。走行中の CO2 排出量はゼロです。